このコード何のコードかわからないってことありませんか？実はそれちょっとした練習でかなり解決できます。例えばこのコード一見難しそうですよね。でもそんなことはありません。今日ご紹介するのは弾いたコードが何のコードか分かるようにする方法です。これが分かるようになるとギターがすごく楽しくなります。しかもこの練習方法では音感も身につきます。まずコードは大きく2種類に分かれます。メジャーかマイナーか。これを決めているのが3度です。超3度だったらメジャー、単3度だったらマイナーです。今ここでダイアグラムを表示しています。キーが C の場合、こちらの青の色のところが超3度です。で、赤のところが単3度です。コードを見るときはまずこの3度をチェックします。3度の音を見つけるときは和音にするのではなくて、この音の違い難しいですよね。ではなくて、といったようにまずは単音で練習をして音の物差しを鍛えていきます。これができるようになると和音の3度の音にも敏感になっていきます。で、ここで一石二鳥になる話なんですが、コード練習だけをしていると実は音感が育ちにくいです。和音だと耳がいい方だったり熟練の方でも音を間違えてしまいます。それは何でかと言いますと理由は3つあります。1つは倍音がたくさん出ていること、そして錯覚が起きること、それから情報過多になることです。こういう楽器というのは単音だけでも倍音が出ています。それが和音になった途端に情報過多になってしまうんです。そうするとソルフェージュのクラスとかを受けている方でも和音を間違えてしまうことがあります。もちろん整った音に関してはほとんど正解するかと思いますが、そもそもまだ音感が整っていない場合はコード練習をしているだけではなかなか音感は鍛えられません。じゃあどうすればいいのかっていうと、ソルフェージュのクラスでもやっていることですが、まずはメロディーや単音で音の物差しを作っていきます。こういった音の物差しを作っていくような感覚で練習をしていくと、和音になった時もその音の変化に気づけるようになります。じゃあそれをどうやるのか。なるべく音を分散して練習するようにします。で、この時にメジャーとマイナーをなるべく離して練習します。メジャーの練習する時はルートを弾いてからまずは続いてマイナー。はい、こうやって3度の音でメジャーとマイナーの雰囲気っていうのはできています。明るさや暗さっていうのは違いましたよね。そうなんです。3度は明るさや暗さを決める、いわゆるメジャーとマイナーの雰囲気の音なんです。これを毎日1分やるだけで自分がメジャーのコードを弾いているのかマイナーのコードを弾いているのかが分かってくるようになります。はい、続いて5度の音です。5度はコードの土台になる音です。安定感があって和音の支えとなります。3度の音がなくてもコードが成立するのはこの5度があるからです。いわゆるパワーコードの正体です。基本的にここの斜めの1マス外れたところです。一応上にもあります。それと1弦にあります。6弦にもあります。ただ6弦の場合はちょっと5度の音が主張強くなります。ちょっとコード感変わってきますよね。はい、続いては7度の音です。続いてはセブンスです。7度の音が入っていると大人っぽい、ジャズっぽい、おしゃれで切ない、そんな感じになります。で、この場合セブンスと言われるのはナチュラルセブンスかマイナーセブンスのことです。C から始めた時に7番目の音、これがナチュラルセブンです。
ナチュラルセブンスの場合は C メジャーセブンスになります。ただの C セブンスの場合はこうちょっと違いますよね。C メジャーセブンスは結構キラ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 っとした音です。で、単純な C セブンスはこれまた違う感じですけれど、やっぱりおしゃれなイメージがありますね。で、これを練習するときもわかりますか？ナチュラルセブンスを弾いたときはちょっと落ち着かない感じがありますね。フラットセブンスの方がよりダークな感じになります。このダーティーな感じ、このちょっと暗い感じがセブンスコードのおしゃれな秘密だと思います。ここが聞こえるようになってくると一気に上級者です。ここで一回まとめると、今3度、5度、7度のチェック方法をご紹介してきました。これで実はコードの8割が分かってしまいます。残りは何なのかっていうと、まずテンション、それからオンコード、でそれからディミニッシュコードとオーギュメントコードの4つがあります。でディミニッシュとオーギュメントは考え方が同じなので、ちょっと後で紹介します。先にテンションについてご紹介していきます。テンションっていうのは2度、4度、6度のことだと思っていただければ大丈夫です。ギターではテンションを考えるときに2、4、6はオクターブ上げて9、11、13と捉えます。つまりオクターブ上のテンションのことだと考えて大丈夫です。ここまで分かるとほぼコードは特定できます。2度の音が入っているからナインスかもしれない。4が入っているからイレブンスが入っているコードだ。6度が入っているから13が入っている曲だ。13th が入っている曲だ。でここまで聞こえたらほぼコードは特定できますと。さらにオーギュメントディミニッシュコードがあります。オーギュメントとディミニッシュは何かというと、どっちも同じような感覚で大丈夫です。これは不安定なコードです。まずオーギュメント、すごく不安定なコードですよね。これは超3度ずつに音を積み重ねていったコードです。音が浮いている感じがあります。次にディミニッシュ。不安定な感じがしますよね。こちらは今度超3度ではなく単3度。こちらは今度超3度ではなく単3度ずつで音を重ねていったコードです。どちらも曲のつなぎや色付けに使われるような突発的に出てくるようなコードになります。で続いてオンコードですが、こちらは単純に今まで紹介してきたコードに対して、例えば G のコードがあった時にこれをベース音だけを A にしよう。これがオンコードの考え方です。以上でコードはほぼ全て分かります。で今日のまとめです。まず3度はメジャーかマイナーか明るさを決める音で、これは青と赤の色の部分です。続いて5度。5度はルートから1マス開けて斜めにある音。これは、和音の土台になる音です。ジャズなのではこのコード感を減らすためにあえて5度を外すことが多いです。続いてセブンス。セブンスは雰囲気作りです。おしゃれな感じを出したり、大人っぽくしたり、切ない感じを出しています。続いてテンション。テンションっていうのは、9th、11th、13th のことです。でこれは曲の色付けに使われます。
ずっと同じ和音だけだと面白みがなくなるんですが、このテンションがあることによって曲に色が出てきます。で、最後、オーギュメントとディミニッシュ。これは曲のつなぎ目だったりスパイスとして出てきます。長3度で音を積み重ねるのか、単3度で音を積み上げるのかによって変わってきますが、どちらも不安定なコードなので解決を諭します。そしてここになかったサードがないコード、サス4、サス2に関しては3度の音を4度にするのか2度にするのかといっただけです。でそちらはメジャーかマイナーになる前の和音だと思ってください。どちらかっていうとメジャーに解決したがるのでメジャー寄りなコードになります。はい。この度数と音の感覚を1日1分でも練習するだけで音の感覚の物差しっていうのは鍛えられていきます。そうすると自分が弾いてるコードは何なのかっていうのが音や感覚でわかるようにもなります。ぜひ動画保存してわからなくなったらまたもう一度見ていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画いいと思いましたらいいねやチャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。まだなのか。いいからチャンネル登録だ。次の動画だ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。